動戦士ガンダム逆襲のシャアより、シャアが狩るサザビーとの激闘を繰り広げ、宇宙世紀最大の奇跡アクシズショックを起こし、好きなモビルスーツランキング1位にも輝いたこの伊達じゃないニューガンダムを、今回はウェザル。どうもダディです。今回はリアルグレードのニューガンダムをちょい汚しでかっこよく制作していきます。もうすでにパッケージを見てわかる通り、ニューガンダム自体かっこいいですし、リアルグレードなのでディティールもしっかりしていて、素組みだけも十分かっこいいんですが、ちょい汚してさらにプラスアルファになるように一緒に作っていきましょう。フェーズ1仮組みでは、まずはタミヤさんのニッパーでゲートを少し残しながらパーツをランダーから切り離していきます。その後ゴッドハンドさんのアルティメットニッパーを使って残ったゲートをカット、また片刃ニッパーがなければデザインナイフでカットしていきます。デザインナイフでは両方向からカットしておきましょう。で、リアルグレードはパーツも細かくて多いので、今回は切り出しつつ説明書通りに一つずつ組み立て、僕は初期の方のリアルグレードしか作ったことがなかったので、めっちゃ進化してるやんと衝撃を受けましたね。これは本当にかなり楽しくおすすめできるキットですね。で、あっという間に素組み終了ですね。素組みでこの仕上がり圧巻ですよね。でも今回はさらにかっこよくしていきましょう。フェーズ2ウォッシング。今回はウェザリングカラーのマルチグレーを使ってウォッシングしていきましょう。作業しやすいようにばらしていきます。フィンファンネルはそのまま、各種ハンドパーツ、足のパーツはふくらはぎアーマー部分だけを外しています。腕のパーツは肩アーマーとアーム部分に、頭部はそのままですね。武器類とシールドは組んだ状態でやっていきますね。では容器にウェザリングカラーを入れて、薄め液で少し薄めてバシャバシャと全てのパーツにまんべんなく塗っていきます。目的は白いパーツのトーンを落とすのと墨入れを兼ねて行っています。塗り終わりがこちらですね。全パーツきっちり塗って15分から20分このまま放置します。その後ウェザリングカラーの薄め液を容器に移して綿棒で拭き取っていきます。今回のウォッシングでは9割方きれいに拭き上げていきます。エッジ部分に少し残る程度は気にせずで OK です。あとは拭き上げは今回重力方向とかは気にせず作業しています。で、こちらが片方だけ拭き上げた状態ですね。リアスカートでの比較です。モールドもしっかりしているので彫り直しもせずきれいに墨入れができています。そして全パーツの拭き上げが完了です。こんな感じで結構しっかりめに拭き上げていきます。フェーズ3デカール貼り。今回はニューガンダムの専用のデカールも販売されているので、こちらを使っていきたいと思います。このデカールは付属のシールの水転写式版なので、なければ付属のシールでも大丈夫です。説明書欄にどこに貼るか記載があるので参考にしていきます。特に特別な作業をしないのですが、一部僕が行っているデカールを貼る時のポイントだけお話しさせていただきます。まずはシールをカットして水につけておきます。マークセッターを使用します。シールを貼る箇所にマークセッターをちょんとつけます。僕は台紙から完全に抜き取ってから貼るタイプなんですが、ここはやりやすい方法で OK です。では位置を微調整していくのですが、この時何か基準があればそこに対してまっすぐ貼るとか垂直に貼るということをしています。最終的には目見当になるのですが、この時は下のディテールに対してデカールがまっすぐになっているかをチェックして貼っています。せっかくだから綺麗に貼りたいですしね。縦横とも綿棒でまっすぐかみて OK なら、まず余分な水分を綿棒でちょんちょんと吸い取っていきます。その後にデカールの中心部分から外側に向かって水分を出すように綿棒を優しく転がしていきます。こういう筒状のパーツでも基準があれば左右対称でデカールを貼ることができますよね。そしてフィンファンネルのような同じデカールを貼る場合、まとめて作業した方が効率的です。もし時間がかかって乾燥してしまった場合は、綿棒に水をたっぷりつけて水分を与えればまた位置調整ができますので大丈夫です。そしてショルダーアーマーのこのエンブレムなんですが、デカールはグレーのラインと一体化していますが、
今回はラインデカールは個人的な好みではないので貼らないで切り離しています。次はバックパックのデカールなんですが、間にへこみのモールドが入っているのでデカールを切ってセパレートにしてモールドを避けて貼っています。こんな感じでモールド部分で切り離すといいかと思います。で、デカール貼りが終わりました。今回はこれぐらいのデカールを貼りました。ここは完全に好みなので好きに貼っていきましょう。そしてここでスーパークリアの反光沢を拭いてデカールの保護をしておきます。フェイズ4スポンジチッピング。エナメル塗料のダークグレーを使ってチッピングしていきます。100均で買えるスポンジをちぎって塗装の手持ち棒にスポンジを挟みます。塗料をつけてペーパーで塗料を調節すれば準備万端です。で、白のパーツにのみチッピングしていきますので、ここで少しばらしていきます。パーツセパレーターなどがあれば便利です。あとはパーツのエッジ部分にちょんちょんとつけていきます。つきすぎた場合は溶剤をつけた綿棒で拭き取りましょう。腕のパーツも分解してエッジ部分にチッピングしていきます。ヘッドパーツはアンテナを外すだけで OK です。あとはシールド、武器類は解体せずそのまま作業を行っていきます。こんな感じに今回はエッジ部分だけを狙ってチッピングしていきます。フェイズ5ウェザリングマスター。今回はウェザリングマスター D セットのオイルを使います。では付属のスポンジに少し塗料をつけて、これもチッピング同様エッジ部分につけていきます。その後に綿棒を使ってぼやかしていきます。これをチッピングをした箇所すべてに行っていきます。エッジ方向に向かってウェザリングマスターをつけて綿棒も同じ方向で動かしてぼやかしていきます。こんな感じですね。で、リアルグレードはフレームがあってそこにアーマーをつけていくという構造になっているので、各パーツのエッジだけを汚すだけでかなり引き締まった印象の仕上がりになります。こちらが比較です。左がウェザリングマスター前、右が後ですね。そしてウェザリングマスターがつきすぎた場合はメラミンスポンジで拭き取りましょう。今回はちょい汚しなのでエッジ部分に陰影をつけるイメージで作業しています。そして組み上げた時にパーツ同士が合わさって隠れる部分もウェザリングマスターのオイルを塗って暗くしておきます。こんな感じでちょい汚しに仕上げていきます。これらを白いパーツすべてに行います。汚す、ぼやかす、汚くなりすぎたら拭き取るだけです。ポイントとしてはウェザリングマスターをがっつりつけるんじゃなくてスポンジにつけすぎないようにして黒くなりすぎないように作業しています。シールドもエッジ部分のウェザリングだけで仕上がりの印象は綺麗なままで仕上げています。そして唯一白いパーツではないのですが、アンテナの先の部分だけ同じ作業で軽く汚しています。フィンファネルはこんな感じです。では全てのパーツに作業が終えれば艶消しを拭いておきます。ファイナルフェイズ組み立て。では最後の仕上げに付属のシールのメタリックの部分を貼っていきましょう。武器のスコープや関節のシルバー部分のワンポイント。そしてツインアイも今回はシールを貼って仕上げていきます。そして組み上げです。ニューガンダムのリアルグレードはもともとかなりいい出来なので、今回はかなりシンプルな作業のみの作成です。はじめに言った通りにプラスアルファの部分だけなので、ほぼ素組みの簡単汚しです。では完成です。どうぞ。では比較ですね。今回はウォッシングで墨入れとトーンダウンをして、チッピングで使用感を出して、ウェザリングマスターで陰影をつける。この3点のみのウェザリング作業で仕上げてみました。
かなり限定した作業でしたが、もともとリアルグレードは情報量も多いですし、今回はデカールも使用してこれだけで十分な情報量だったのでシンプルに汚しました。アップで見ていきましょう。ワンパーツずつ丁寧に作業することによって全体的に汚れた印象を与えずに仕上がったと思います。またリアルグレードならではのフレームにアーマーをつけていくという仕様によってエッジ部分を汚すだけでかなりいい具合にバランスが取れて悩むこともないと思います。いかがだったでしょうか。今回はリアルグレードのニューガンダムをちょい汚しで伊達じゃない仕上がりにということで3つのウェザリング作業だけで仕上げてみました。パーツのエッジ部分だけの汚しなんですが、黒立ち上げのグラデーション塗装のような仕上がりでリアルグレードよりリアルに仕上げられたんじゃないかなと僕個人としてはかなり満足いく作品になりました。自画自賛しすぎですかね。汚す汚さないにせよ本当にこのキットはおすすめなので一度作ってみてください。ではこの動画が良かったと思ったら高評価またチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。何か一つでもためになれば幸いです。ではまた。